春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、レベルデザインをする際に使用されるジオメトリーブラシを見てみようと思います。ジオメトリーブラシ見てみた。早速見てみましょう。1、ジオメトリーブラシとは、ジオメトリーって何？ 3D グラフィックスにおいては、表示する立体を数値データの集まりとして管理しており、点や直線、曲線、面などの位置や長さ、数式のパラメータなどを表すデータ群のことをジオメトリと呼びます。ジオメトリーブラシは、レベル構築用ツールです。別名、バイナリ空間分割、BSP ブラシとも呼ばれます。レベルジオメトリは主にスタティックメッシュが使用されますが、ジオメトリーブラシを使用すると、レベルの基本的な形状を作成することができ、プロトタイプの作成など初期段階で非常に役立ちます。レベルをデザインするには、スタティックメッシュをレベルに追加する前に、ジオメトリーブラシを使用してレイアウトを決めます。ジオメトリーブラシは時間もかからないので、満足できるまで編集することができます。最終レイアウトが決定すると、ジオメトリブラシをスタティックメッシュに徐々に置き換えていきます。隙間やスペースを埋めるためのジオメトリーが必要となることがあります。既存のスタティックメッシュでそのスペースを埋められない場合は、ジオメトリーブラシを使用してスペースを埋めることができます。2、ジオメトリーブラシの作成。アクタの配置パネル、ジオメトリータブより、ビューポートにドラッグします。ブラシを編集するには、詳細パネル、ブラシセッティングス、トランスフォームウィジェット、ブラシ編集モードで編集を行います。2-1、ブラシ編集モード、エディタモード、ブラシ編集モードでは、ブラシの頂点、エッジ、面を直接操作することができます。2-2、ブラシのプロパティ、既存のブラシを編集するには、ブラシを選択します。詳細パネル、ブラシセッティングス、ブラシ設定で編集します。3、ボックス形状。X は X 軸のサイズを設定します。Y は Y 軸のサイズを設定します。Z は Z 軸のサイズを設定します。フォローは有効にすると、ブラシの内側がソリッドではなく空洞になります。有効にすると、オールティックネスが有効になります。オールティックネス、壁の厚さは、フォローを有効にすると、ブラシの内壁の厚みを設定します。テセレイティド、テッセレーションは、有効にすると、ボックスの側面をクワッドではなく、トライアングルにテッセレーション処理します。テッセレーションとは、3D モデルのポリゴン数を増減させることです。4、コーン形状。Z は Z 軸、高さを設定します。アウターラディウス、外半径はコーンのベースの半径を設定します。サイズ、側面はコーン形状を構成する側面の数を設定します。アラインツーサイド、側面に整列は有効にすると側面を X 軸に合わします。フォローは有効にするとブラシの内側がソリッドではなく空洞になります。有効にするとキャップ Z とインナーラディウスが有効になります。キャップ Z はフォローを有効にすると内側の Z 軸キャップの高さを設定します。インナーラディウス、内径はフォローを有効にするとコーンの内壁の半径を設定します。シリンダー形状。Z は Z 軸、高さを設定します。アウターラディウス、外半径はシリンダーの半径を設定します。サイド、側面はシリンダー形状を構成する側面の数を設定します。アラインツーサイド、側面に整列は有効にすると側面を X 軸に合わします。フォローは有効にするとブラシの内側がソリッドではなく空洞になります。有効にするとインナーラディウスが有効になります。インナーラディウス、内径はフォローを有効にすると内壁の半径を設定できます。6、曲線階段形状。
インナーラディウス。内径は階段が回り込む内側の柱の半径です。ステップhei。段の高さは段の高さを設定します。ステップウィドス。段の幅は段の幅を設定します。アングルオブカーブ。カーブの角度は各段の回転の角度を設定します。ナムステップス。段数は階段の段数を設定します。アド2ファーストステップ。1段目に追加は1段目に追加する高さを設定し、階段全体の高さを効果的に変更します。1段目を低くするには負の数を入力します。カウンタークロックワイズ。半時計回りは有効にすると階段を時計回りではなく半時計回りにカーブさせることができます。7、直線階段形状。曲がっていない直線の階段です。ステップレンクス。段の長さは段の長さを設定します。ステップhei。段の高さは段の高さを設定します。ステップウィドス。段の幅は段の幅を設定します。ナムステップス。段数は階段の段数を設定します。アド2ファーストステップ。1段目に追加は1段目に追加する高さを設定し、階段全体の高さを効果的に変更します。1段目を低くするには負の数を入力します。8、螺旋階段形状。階段自体に沿って何度も回り込むことができます。インナーラディウス。内径は階段が回り込む内側の柱の半径を設定します。ステップウィドス。段の幅は各段の幅を設定します。ステップhei。段の高さは各段に対してその段より下の段とは異なる高さを設定します。ステップティックネス。段の厚みは階段の厚みを設定します。ナムステップスパー360。360度あたりの段数は1回転するために必要な段数です。ナムステップス。段数は階段の段数を設定します。スロープとシーリング。傾斜シーリングは有効にすると階段の下側を段状にするのではなく傾斜させます。スロープとフロア。傾斜フロアは有効にするとフロアが傾斜します。カウンタークロックワイズ。半時計回りは有効にすると階段を半時計回りにカーブさせます。9、球体形状。ラディウス。半径は球体の半径を設定します。テッセレーションは球体の構成に使用する側面の数を設定します。値の上限は5です。10、ブラシの種類。ブラシタイプにはアディティブとサブストラクティブがあります。10-1、アディティブ、加算。アディティブ、加算ブラシはソリッドフィルされた空間です。このタイプのブラシはジオメトリブラシをレベルに追加します。10-2、サブストラクティブ、減算。サブストラクティブ、減算ブラシは中が空洞で切り取られたような空間です。このタイプのブラシは先に作成してある加算ブラシからソリッドな空間を取り除いてドアや窓を作る場合などに使用されます。また、減算した空間ではプレイヤーは自由に動き回ることができます。11、詳細プロパティ。ブラシセッティングス、アドバンスドにはポリゴン、ソリッド性、順序の3つのプルダウンがあります。11-1、ポリゴン。ポリゴンにはマージとセパレート、分離があります。マージはブラシ面の複数のポリゴンをマージして可能な限り数を削減します。セパレート、分離は前回のマージの効果を低減します。11-2、ソリッド性。ソリッド性には
ソリッド、セミソリッド、非ソリッドの3つがあります。ソリッドブラシはデフォルトのブラシタイプです。ソリッドはサーフェスで閉じられた領域に中身が詰まった体積を持ったモデルです。加算ブラシまたは減算ブラシを使用できます。セミソリッドブラシは中身が詰まった体積を持ったモデルです。加算ブラシのみに使用でき、減算ブラシには使用できません。非ソリッドは中身がないモデルです。加算ブラシのみに使用でき、減算ブラシには使用できません。11-3、オーダー、順序、オーダー、順序には、2ファースト、最初へと2ラスト、最後への2つがあります。順序は、ブラシの種類の加算と減算がここの順序で実行されます。2ファースト、最初へは、最初に描画するように選択ブラシの描画順序を変更します。2ラスト、最後へは、最後に描画するように選択ブラシの描画順序を変更します。からのスペースに加算した後に、減算すると、加算したものから空間が切り取られることになります。減算ブラシを先にして加算ブラシを後にすると、何もないところから減算はできないため、減算ブラシは基本的に無視されます。12、アライン、整理とスタティックメッシュの作成。その他に詳細設定には、アラインブラシバーティシーズ、ブラシの頂点を整理と、クリエイトスタティックメッシュ、スタティックメッシュを作成があります。ブラシの頂点を整理は、ブラシの頂点をグリッドにスナップします。スタティックメッシュを作成は、現在のブラシをスタティックメッシュアクタに変換します。減算を反映したスタティックメッシュを作成するには、加算ブラシと減算ブラシの両方を選択します。クリエイトスタティックメッシュ、スタティックメッシュを作成をクリックします。保存先のフォルダを選択して、スタティックメッシュを作成をクリックします。レベルに配置していたジオメトリーブラシが作成したスタティックメッシュに置き換わります。また、コンテンツブラウザに作成したスタティックメッシュが保存されています。13、ブラシサーフェス。コントロール足すシフト足す左クリックでブラシサーフェスに切り替えることができます。ブラシサーフェスにすると、詳細パネルに、サーフェスのマテリアル、ジオメトリ、サーフェスプロパティカテゴリーが表示されます。13-1、ジオメトリーカテゴリー。ジオメトリーカテゴリーには、マテリアルの管理に役立つツールがあります。セレクト、選択は、様々な状況に応じたブラシサーフェスを選択するのに役立ちます。例えば、ブラシに赤いマテリアルを設定します。もう一つジオメトリーブラシを配置して、同じように赤いマテリアルを設定します。セレクト、選択のプルダウンより、一致するマテリアルを選択を選びます。そうすると、赤いマテリアルが設定されている2つのジオメトリーブラシを選択することができます。アラインメントは、希望の設定に合わせてサーフェスのテクスチャ座標を再調整します。だいぶ前に作成した星型のマテリアルを設定してみます。アラインメントのプルダウンより、サーフェスフィットに合わせるを選びます。そうすると、ジオメトリーブラシにフィットするように表示することができます。ブラシに複雑な調整が必要な場合に役立ちます。13-2、サーフェスプロパティ。サーフェスプロパティには、サーフェス上のテクスチャの配置位置をコントロールするツールがあります。1、テクスチャコントロール。パンは、マテリアルのテクスチャを水平または垂直にパンします。ローテイト、回転は、テクスチャを回転します。フリップ、反転は、テクスチャを水平または垂直に反転させます。スケールは、テクスチャサイズを変更します。2、ライティングセクション。ライティングセクションは、ライトを中心としたプロパティを変更することができます。スタティックメッシュのプロパティと同じですね。ライトマップリゾルーション。ライトマップ解像度は、サーフェス全体のシャドウを調整できます。数値が低いほど、シャドウが濃くなります。Use to Sided Lighting、両面ライティングを使用は、有効の場合、ポリゴンの両サイドからライトを受け取ります。シャドウインディレクトオンリー、間接シャドウのみは、有効の場合、間接ライティングのみ陰影をつけます。Use Emissive for Static Lighting、静的ライティングにエミッシブを使用は、
有効の場合、スタティックライティングにエミッシブの使用を許可します。ユーズバーテックスノーマルフォーヘミスフィアギャザー、半球集合に頂点放線を使用は、有効の場合、セルフシャドーイングを防ぐデフォルトのトライアングル放線ではなく、頂点放線を使用します。エミッシブブストは、エミッシブカラーが間接ライティングに影響する量をスケーリングします。ディフューズブストは、ディフューズカラーが間接ライティングに影響する量をスケーリングします。フーリーオクルーデクッドサンプルズフラクション。完全にオクルードされたサンプルの割合は、間接ライティングの計算から、オクルードされたとみなされる前にオクルードされる必要のあるサーフェスに沿ったサンプルの割合です。日頃よく使ってはいるのだけど、改めて見ると、知らないオプションがあったりして、ためになりましたね。ジオメトリーブラシを使用するメリットは、迅速なレベルデザイン。ジオメトリーブラシを使うと、直感的に 3D 空間をブロック単位で構築できます。これにより、レベルデザインの初期段階で迅速にアイデアを試すことができます。簡単な編集。ジオメトリーブラシは編集が容易で、簡単に形状を調整できます。これにより、デザインの修正や調整がスムーズに行えます。ESP、バイナリースペースパーティションの利用。ジオメトリーブラシを使うと、ESP、バイナリースペースパーティショニングを利用して空間を効率的に分割できます。これにより、レベルのパフォーマンスが向上します。直感的な操作。ジオメトリーブラシは直感的な操作が可能で、ユーザーが 3D 空間を直接描く感覚で作業できます。これにより、デザインプロセスがより自然になります。初心者に優しい。ジオメトリーブラシは初心者にも使いやすく、基本的なレベルデザインのスキルを習得するのに適しています。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。